最近受注再開されたノマドと5型になったジムニーの比較をします。先に結論を言うと、ジムニーの本質である走破性はどれを選んでも最強で素晴らしい車。この価格帯でこんな走りができるのはジムニーぐらいなので、ジムニーが欲しくて買うならどれを選んでも後悔ないと思いますよ。強いて言うなら3人以上で乗る機会が多い方や高速に乗る機会が多い方、5ドアのフォルムが好きで選ぶならノマド。自分一人の趣味車として使う方で車中泊しながら釣りやキャンプに行く機会が多い方は3ドアの方が便利。結局これに尽きるので、ジムニーが好きで乗るならどれを選んでも間違いない素晴らしい車なんです。ちなみに私の結論は軽ジムニーの最安グレード。基本一人旅しかしないので最安グレードで十分なのと、今回の値上げで唯一の欠点だったクルコンがついたことで最安グレードは完全無欠になりましたよ。それぞれの長所や短所、維持費や納期の違いなんかも比較していくので、ジムニー選びで迷っている方や3ドアからノマドへの乗り換えを検討している方の参考になれば嬉しいです。まずノマドの受注状況ですが、初回販売分はわずか3日で受注停止、転売ヤーもゴキビルのように湧いてカオスだったようです。今回は転売対策をした上で注文者全員に行き渡るようになっているので、受注受付期間の2月28日までじっくり考えてみてくださいね。早速3台それぞれの維持費、納期、乗り心地、利便性を比較します。まずは車両価格と維持費。ノマドは今回2型になったことで約27万円の値上げ、最安は292万円になりました。ノマドのグレードは最上級の FC グレードのみです。軽ジムニーは今回のマイナーチェンジで最大27万の値上げ、最安は192万円からになりました。ノマドの装備と同等の XC グレードを選ぶと216万円になります。ノマドとの価格差80万円。発売当初145万円で乗れた軽ジムニーもこの7年で約50万の値上げです。その分安全装備や快適機能もアップグレードされているので、この辺はまた後でお話ししますね。シエラは最大31万円の値上げで最安227万からです。ノマドの装備と同等の JC グレードを選ぶと238万になります。ノマドとの価格差52万円。今回3社とも大幅な値上げがありましたが、内訳は安全装備の強化と ACC、アダプティブクルーズコントロールが全車全グレード標準になったことです。とにかく ACC が全車標準でつくのは魅力的。これによって最安軽ジムニーの株は爆上がりです。私が最安グレードの軽ジムニーに3年乗っていて唯一欲しかったのは ACC でした。これでジムニーはアクロよし、長距離旅よしの完全無欠な車になりました。3ドアとノマドの価格差は50万から100万。今回のモデルチェンジでは全車値上げされているので、3ドアと5ドアの価格差は広がりませんでした。値上げは痛いですが、これも厳しくなる法規制に適合させるための苦肉の策。ネガティブに考えてしまいがちですが、スズキは値上げをしてでも厳しくなる安全基準に適合させて、なんとかジムニーを作り続けてくれるんだなという強い意志を感じ取れます。頑張れスズキ！次は1年ごとにかかる維持費の違いをざっくり比較します。自動車税、車検費用、ガソリン代は年間1万2000キロ、1リットル150円、燃費はカタログ燃費で計算します。これ以外の維持費はほとんど変わらないので省きます。あくまでざっくり計算なので参考程度にしてください。税金関係以外は思ったよりも違いがないことに驚きました。大まかな維持費の違いも分かってきたので、次は走行性能です。走行性能を動画で完璧に伝えるのは難しいので、購入検討している方は必ず試乗してくださいね。その上で、車素人の一ユーザーが実際に日常生活で乗って感じたことをそのまま伝えますね。まず軽ジムニーですが、街乗りでストレスを感じることはありません。軽のエンジンでもターボでスイスイ走ってくれる印象です。違いが出るのは高速です。軽ジムニーで100キロ巡航するとエンジン音がやかましくなります。80キロ巡航ぐらいが快適です。100キロ巡航からの追い越しや上り坂での追い越しは加速がもたつくのでほぼ不可能です。高速かっ飛ばすスピード強の方にはストレスだと思いますよ。続いてシエラとノマドです。1.5 リッターのエンジンは街乗りも高速も普通の乗用車と何ら変わりありません。なんなら目線が高い分運転しやすいですよ。ノマド、シエラは高速で100キロ巡航しても静かで安心。120キロまでの加速もスムーズなので追い越しもスイスイできますよ。高速の120キロ区間とかでも快適に走れます。ノマドだけやたらと小回りが効かない設計なんですけど、正直街乗りで違いを感じることはありませんでした。とありきたりなことしか言っていませんが、素人が街乗りで感じ取れる違いはこのぐらいでした。ノ
ノマドは車体が長い分、直進安定性が向上しているそうですが、私にはよくわかりませんでした。女性ユーザーも多い車ですし、運転しやすいのは間違いないと思いますよ。3社共通の特徴としてガタガタ揺れますが、そんなことを気にしていたらジムニーには乗れません。ジムニー独特の入れ方とか加速感は実際に乗って体感してほしいので、検討中の方は買ってから後悔しないようにぜひ試乗しましょう。内装の違いにも軽く触れておきますね。ノマドは最上級グレードなだけあって豪華。ハンドルは革、エアコンはオートです。3ドアジムニーはグレードによっては内装が質素、ミラーすら手動になります。案外これで必要十分だったりするんですけどね。内装や機能については好みが分かれると思うので、スズキホームページのカタログで確認してみてくださいね。次は使い勝手です。これはノマドがダントツですよ。全長が 300mm 延長された分は全て車内空間に割り当てられているので、後部座席は快適そのもの。これは走破性と視味性も兼ね備えた素晴らしいファミリーカーです。一方3ドアジムニーのような人形のない後部座席では人を乗せたらあまりにかわいそうです。加えて乗り降りも面倒です。友達と3人でドライブした時は後部座席はまるで罰ゲーム。長距離ドライブでは後ろの人が気の毒です。ということで3人以上で乗る機会が多い方はノマド一択です。ノマドは後部座席だけではなく荷室もかなり広くなっています。わざわざ後部座席を倒さなくても広さは十分。キャンプ道具なんかもそのまま詰めます。3ドアジムニーの荷室は後部座席を倒さないとかなり狭いです。それでも日常の買い物袋ぐらいなら問題なく詰めますよ。基本3ドアは1人2人で乗ると割り切って後部座席を倒しておけば荷室の広さは大した問題ではないので、ジムニー選びは乗車人数で考えておけば良さそうです。基本1人で趣味車として使っている私は軽ジムニーでも不自由はありません。いつか家族ができたらノマドへ乗り換えますかね。車中泊目線でも考えてみます。3ドアジムニーは後部座席を倒すだけでフルフラットになるので、いつでもどこでも一歩も車外に出ることなく就寝モードに切り替えられます。ノマドの場合は後部座席の座面を工具で外さないとフラットにできないので、車外に出る必要があるし手間がかかります。一泊どこかで寝るぐらいなら我慢できますが、車中泊旅をメインにしている私には厳しいです。その分ノマドの車内は広くて快適なので、いつかノマド用のベッドキットとか出て簡単にフルフラットにできるようになればいいですね。一応後部座席をベルトで無理やり圧縮してフラットにするクレイジーなやり方もあるみたいです。このアイテムはニュージーランドのショップで販売されているみたいですよ。ということでまとめると、3人以上乗るならノマド一択。普段1人や2人乗りで趣味車として使う方や車中泊をする方は3ドアの方が良さそうですね。最後に納期の話です。納期は実際にディーラーで確認してみました。軽ジムニーは1年から1年半、シエラも1年から1年半、ノマドは今回抽選で納車時期を決めるようです。ノマド以外は選ぶグレードによって変わるそうです。基本的には最 S グレードの方が納車が早くなる傾向にあるようですよ。最 S グレードは買う人が少ないので、キャンセルが出た時に割り当てが回ってきやすいそうです。私のジムニーも最 S グレードなんですけど、購入当初2年と言われていた納期が5ヶ月できました。今回のノマドの受注は2月28日まで再開しているそうです。納車の順番は抽選で決めるとのことなので、注文さえしておけば全員に行き渡るようにはなってるみたいですね。前回はわずか3日で5万台の注文が入って、あっという間にパンクして受注停止したようですが、今回は安心ですね。これら全部踏まえて、今の私だったらどれを選ぶかなんですけど、私の用途だと結局また軽ジムニーの XG グレードですかね。一人で趣味車として乗るなら XG で十分。3年乗ってもますます愛着が湧いてくる素晴らしい車です。けど思ったよりもシエラとの維持費が変わらないので、これからたくさん高速乗ることを考えると、シエラの最安グレードもいいなって思いました。いつか家族ができたりしたら、ノマドも候補になりますけど、今は軽ジムニーで旅するのが幸せです。今回のマイナーチェンジで ACC がついたことで完全無欠になりましたしね。車種やグレードによって走破性に差別化をしなかったスズキのジムニーへのこだわりには本当に感謝しています。ただ最安グレードはライトが LED じゃなかったり、シートヒーターがなかったりと、人によっては譲れない差別化もあると思うので、しっかり比較してみてくださいね。XG の魅力についてはこの動画で熱く語っているので、興味ある方は見てみてください。また今後はノマドのライバル車ともいえるランクル FJ も出るので、こっちも候補に入ってきそうですね。注目されている車ほど転売目的の力が湧いて中古価格もアホみたいに跳ね上がる。
メーカー側も対策に追われて四苦八苦。本当に車を買いたい人が注文もできなくなるような現状はとても残念です。ジムニーシリーズもランクル FJ も本当に欲しい人に行き当たりますように。そしていつも言っていますが、転売ヤーが一人残らずくたばりますように。発売から7年経っても未だ人気のジムニー。道を走ってると1日1回は見かけますよね。人気なだけあってカスタムパーツも豊富。自分だけのジムニーを作れる楽しみもありますが、沼にはまるとお金も溶けます。私のジムニーも納車時はツンツルテンの可愛いジムニーでしたが、1ヶ月ぐらいであれこれ欲しくなって数十万飛びました。最初に紹介した車両価格や維持費だけじゃなくて、多少のカスタム費用も用意しておくともっと楽しめると思いますよ。長くなりましたが、とにかく乗車人数を考えて買っておけば、どのシリーズを選んでもきっと後悔はないと思いますよ。本当にそれぐらい素晴らしい車なんです。ジムニー購入検討中の方が後悔しないように、ぜひ皆さんの意見も共有してもらえると嬉しいです。これからもジムニーといろんなところへ旅に行くので、また見てくださいね。みんなで楽しいジムニーライフを送りましょう。じゃあまたねー。